どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、掘り出し物を見つけたことはありますか？掘り出し物といってもいろいろあると思いますが、ここで言う掘り出し物はアクアリウムに関するものです。アクアリウム界隈って結構見落としがちなお得商品がそこかしこに眠ってると思うんですよね。特に実店舗はお店によって売ってるものの相場が全然違いますし、何より生態や水草などは状態や成長具合によっても値段が変わってきます。本来ならもっと価値のある商品でも状態の良し悪しによって価格がガクッと下がることもあるわけです。他の趣味とかは無機物が多いと思うので、当たり前のように相場崩壊しているようなものは出回りにくいですが、先ほどお話した理由があるため、アクアリウムはお店を回るだけでも楽しめます。おまけに流木とかは一つ一つ形が違うので相場が荒れやすく、こんな流木がこんなに安くていいのみたいなのも売ってるからたまらないですよね。というわけで今回はそんな掘り出し物を見つけて購入してきたのでお見せしていくとともに、お得であるがゆえに大問題を抱えていたので改善するべく対処していきます。それでは早速購入品をお見せしていくんですが、今回紹介する掘り出し物以外にも何個か商品を買ってきたのでお見せしていきます。まずはこちら、エキノドルステネレス。価格は768円。こちらは全形層オア中形層の定番種エキノドルスです。実はこの水草一度も使ったことがなくて気になってたんですよね。同じような種類のエキノドルステネレスブロードリーフという水草はレイアウトにも使用したことがあるんですが、通常のエキノドルスに比べて葉がしっかりしており、めちゃくちゃ荒ぶって大変なことになったため、今回は通常種に手を出してみようと思ったわけです。このエキノドルスは雑多な感じを演出するのにもってこいだと思うので、近いうちに立ち上げる予定の水槽にも使っていければと考えています。続いて出てきたのはこちら、ロベリアカーディナリス。価格は768円。こちらは何回か組織培養で購入したことがあったんですが、ガラスポット内で長期維持してたらだんだんと調子が悪くなって最終的に捨ててしまったため、今回再度購入。こういうことをしてるからもったいないんだと分かっていながらも、安くなってたら買っちゃうのが悔しい。このロベリアカーディナリスは確かダッチアクアリウムでいう道の役割をする水草だと聞いたことがあります。その道の名前もかっこよくて、確か雷電通りみたいな感じの名前だったと思います。これからダッチアクアリウムをする予定はありませんが、コレクション欲が強いため購入。続いて出てきたのはこちら。何やら新聞紙にくるまれた4390円の代物です。この感じ、昔の自分の動画を見てくださってる方ならピンとくるかもしれませんが、あの水草が入っています。それがこちら、ブセファランドラ SP クアラクアヤン玄武岩。これは玄武岩という石にくくりつけられたブセファランドラの群生株です。以前動画でも紹介したブセファランドラ管岩と同じような形態ですね。今回セールをやっていたため 20% オフの4039円でこんなに群生しているブセファランドラを購入することができました。本来であればこれだけボリュームのある株はすぐに売れてしまいそうなもんですが、訳あって売れ残ってたんです。その理由、この映像を見てなんとなくわかる方もいらっしゃるのではないでしょうか。こういう小さい葉が密集しているブセの群生株めっちゃ好きで、状態が状態だったのでめちゃくちゃ買うか迷ったんですが、価格のお得さに負けてやっぱり買っちゃいました。ちなみにブセの種類はクアラクアヤンというんですが、クアラクアヤンにはタイプ1とタイプ2があったような気がします。ただこちらには明記されていないので、果たしてどちらのタイプなのかはわかりません。というわけで超お得なブセファランドラの群生株を購入したわけですが、これだけ見たら紛れもない掘り出し物ですよね。ただ先ほどもお話ししたように訳がありまして、一筋縄じゃいかない水草になっているんです。それは水中に入れてみればわかるのでお見せしていきます。早速ブセをドボン。見てください、この黒ひげゴケの状態を。
葉一枚一枚に葉と同じくらいの量の黒ひげゴケがびっしり生えています。これがこんな立派な群生株が売れていなかった理由です。冗談抜きでショップで見た時はもっともさもさで、正直ブセじゃなくて黒ひげの方が本体のように見えてました。持ち帰る間に黒ひげの腐り方が若干マイルドになってしまったのが絵的に残念です。そして今回はすでに映像でもお見せしている通り、30センチキューブ水槽で待機してもらっているヤマトヌマエビさんたちにこのブセバランドラをきれいにしてもらおうという魂胆です。撮影のためにもともと入れていた水草たちを撤去したため、入れてすぐからこのブセに群がってくれてますね。ヤマトヌマエビは数々の苦難を乗り越えさせてくれた優秀なコケ取り生態なので、とても期待しています。すでに黒ひげゴケが本体になっているこの水草たちもきれいさっぱり掃除してくれるなら、もう大抵のことはヤマトヌマエビで解決できるということが証明されると思います。そんな感じで初日はドボンしてすぐにヤマトヌマエビが群がってきてくれて、期待が持てる滑り出しとなりました。よく見てみると明らかに黒ひげを選択して食べてくれてますね。このちぎってパクパクしている姿は本当に可愛いです。お願いだから陸に上がって地面を這いつくばらないで、こうやって愛嬌を振りまきつつ水槽内をきれいにしてほしい。続いてブセファランドラを沈めてから2日後の状態がこちら。先ほどとはだいぶ変わってきているのがわかるのではないでしょうか。たださすがのヤマトヌマエビも一気に駆逐することは難しかったようで、ふさふさ感は減りましたが、葉にしっかりとついている黒ひげに関してはまだまだ残っています。それでも初日の映像と見比べてみると天と地ほどの差がありますね。どうやら葉っぱ自体にはあまり興味がなく、コケしか食べていないようなので、初日のわらわら群がっているパーティーピーポー感は薄れています。しかしその中でも精鋭たちが黙々とコケを食べてくれているので、これからの状態に期待したいところ。続いて沈めてから6日後の状態がこちら。若干先ほどより綺麗になってる気がしますね。初日が変わりすぎたのでなんか停滞している感は否めないですが、それでも葉の表面がツルツルになってきています。ブセ特有のラメも徐々に出てきたので、あとは葉の縁にしぶとくこびりついている黒ひげを残すのみとなりました。まさか1週間経たずしてここまで綺麗にしてくれるとは思いませんでしたね。なかなかの仕事ぶりにやっぱりヤマトしか勝たんと自分のヤマト信仰が確固たるものとなりました。続いて沈めてから10日後の状態がこちら。だいぶ綺麗になったのではないでしょうか。下にいる逆さナマズは気にしないでください。ここまで来ると初日の面影はありませんね。手前側に見えるブセもだいぶ綺麗になっていますし、心なしかブセの状態も上向いてきた感じがします。いくら陰性水草といえど、あれだけ苔にまみれてたら光合成もしづらかったでしょうからね。改めて見るとこのクアラクアヤンの綺麗さが分かってきました。思い切って買って正解でしたね。そんな感じで順調にいっているこのブセ大掃除計画なんですが、実はまだ続きがありまして、これだけ綺麗になったということは同じくらい汚くなっているブセを購入しても大丈夫ということですよね。というわけでまた買ってきちゃいました。ブセファランドラクアラクアヤン。先ほどと同じお店の方面にちょうど用事があり寄ってみたら、残りの1個も売れ残ってたため買いました。やっぱあれだけ汚いと買い手もつかないんでしょうね。まだセールは継続されていたようで、初回同様4039円で購入することができました。しかしよく見てみるとスネールがついていたため、いきなりドボンはせず、1週間ぐらいスネールを徹底的に駆除してから先ほどのベアタンク水槽に入れていきます。そんな感じで初回のブセをドボンしてから丸1ヶ月経過し、2つ目のブセもドボンした状態がこちら。1個目はもうだいぶ綺麗になりましたね。密生しているところはまだ鉄ガズのようですが、見違えるように綺麗になりました。2個目はこんな感じでドボンして数日経ってますが、まだまだ黒ひげが残っています。というわけでそこからさらに1ヶ月が経ち、1個目のブセは合計2ヶ月、
2個目のブセは1ヶ月経過した状態がこちら。本当に見違えるほど綺麗になってます。葉の食害もほとんどなく、黒ひげだけを綺麗に消してくれました。ご覧のように新芽も展開してドリルがそこかしこに出てきています。これは途中から CO2 添加を開始したのも影響しているかもしれません。添加してから一気に見栄えが良くなったため、最初から添加しておけばもっと状態よく苔も取れてたのではないでしょうか。2個目は1個目に比べるとまだ残っていますが、こちらも状態がすこぶるよく、このままいけば何の問題もなくレイアウトにも使えそうです。というわけでいかがだったでしょうか。まさかこんなにも綺麗にしてくれるとは思っていませんでした。自分がしたことはただ水槽の中にブセをドボンするだけで、薬剤などは一切使わず放置するのみ。それでこれだけ綺麗にしてくれるんだから、本当に大和沼エビは優秀です。この経験をしたことによって、苔まみれの格安ブセも躊躇なく手が出せそうですね。ちなみにこの環境では苔以外の餌となりそうなものは極力控えており、数日に1回ヤマトに餌をやるくらいにとどめています。レイアウト水槽などでは他にも餌がいっぱいあると思うので、選択的に苔を駆除することは難しいかもしれません。なので今回のようにベアタンク水槽などで他のものにヤマトが目移りしない状況を作ることで、これくらいの効果が得られると思います。ぜひ皆さんも苔まみれの水草にやってみてください。というわけで今回はここまで。